2D カメラ。この動画では1枚の写真を使って 2D ゲームの背景にする方法と、カメラを止めて使う方法、カメラを切り替える方法、マーケットプレイスの無料素材紹介、奥行き感のある背景のカメラ設定方法を解説していきます。準備。今回使う画像をダウンロードします。動画通りに進める場合は概要欄のリンクから画像をダウンロードして解凍しておいてください。解説は UE5.1.1 で行います。 2D アクションのテンプレートがある状態から始めるので、テンプレートがない方は概要欄からテンプレートデータもダウンロードして、解凍したデータの Unreal 2D アクション 2DBGU プロジェクトをダブルクリックで開きます。テンプレート作成編から自分でプロジェクトを作っている方はエピックランチャーで Unreal 2D アクションを右クリック、クローン、名前を Unreal 2D アクション 2DBG にします。テンプレートの元データはテンプレート用として綺麗な状態にしておきたいと思います。アンダーバー 2DBG をダブルクリックでプロジェクトを開きます。プロジェクトが開けたらマップズフォルダの L アンダーバーテンプレートを右クリックから複製、名前を L アンダーバー 2DBG にしてダブルクリックで開きます。ビューポート設定でリアルタイムのチェックを外し、パースペクティブから右へ変更、ワイヤーフレームになっていたらライティングなしにします。ビューポート設定が済んだら左上メニュー編集からプロジェクト設定、マップ&モードのエディタのスタートアップマップとゲームのデフォルトマップを L2DBG に変更。この状態から作業を進めたいと思います。設定。用意しておいた画像をテクスチャーズフォルダにドラッグします。ゲーム制作では画像が劣化する形式の JPEG 画像はあまり使いませんが、今回は写真を取り込んで背景画像に使うという工程として、スマホなどで撮った JPEG 画像を読み込む想定で進めていきます。テクスチャはなるべく2の乗数の解像度にして読み込んだ方が良いですが、テストで少し動かして遊ぶ程度の場合はあまり気にしなくても良いと思います。写真をそのまま読み込む想定でフル HD の解像度にしてありますが、プロの現場でこの解像度のまま作成すると信用度が下がるのでお気をつけください。遊びじゃない場合は2の乗数の解像度のテクスチャにしてから読み込んでください。ドット絵の場合、テクスチャを右クリックからペーパー 2D テクスチャ設定を適用押しましたが、これくらい大きい解像度になるとこの設定は圧縮をあまりかけない設定になるので、データが大きくなりすぎる場合があります。素材の状態にもよりますが、色味に大きな問題がなければ高解像度テクスチャに関してはデフォルトの設定のまま使った方が良い場合があります。色がおかしい場合はペーパー 2D テクスチャ設定を適用押してください。今回の JPEG 画像に関してはデフォルトの設定のまま進めます。次にテクスチャをダブルクリック、ウィップ全般設定をウィップマップなしにします。常に高解像度状態にしておきたい場合はウィップマップなしを選びます。ロード時間を短縮する際は From テクスチャーグループにした方が良いので、プロジェクトの状態や方針によって選んでください。少し下のテクスチャの詳細設定の中、タイリングメソッドをラップからクランプに変えます。ここは画像を繰り返し使うかどうかの設定で、デフォルトではラップで繰り返し使う設定なため上下左右の際にノイズが走る可能性があるので、クランプにして繰り返しをなくします。ここまでできたら保存して閉じます。次にテクスチャを右クリックからスプライトアクション、スプライトを作成。できたスプライトをスプライツフォルダに移動します。名前を T アンダーバーから S アンダーバーに書き換えます。背景スプライトをダブルクリックからピクセルパーユニットの右のリターンアイコンをクリックし、数値をリセットします。ドット絵ではないものはここの数値はリセットしておきます。ある程度解像度が高いものは 2.56 がデフォルトになるようです。保存してから閉じてスプライトをビューポートにドラッグします。トランスフォーム
位置の右端のリターンマークを押してリセットをかけ Y 軸にマイナス500と入れます。拡大縮小の値に5と入れます。少し下の方のコリジョンプリセットをノーコリジョンにします。テンプレートのスプライトを削除して、ここからこの画像の上を歩けるようにコリジョンを用意していきます。ブロック。1枚画像の上を歩けるようにするためには透明な障害物を用意します。コンテンツの追加アイコンからボリューム、ブロッキングボリュームをビューポートにドラッグ、詳細欄のトランスフォーム、位置の右端のリターンアイコンをクリックし、リセット後モニタの上側にざっくり合わせます。ドット絵の場合は50のグリッドスナップが作業しやすかったですが、写真に対してはスナップを解除して位置合わせします。ブロッキングボリューム設定の下の方にあるブラシセッティングの X と Z の値を微調整します。数値としては X810、Y200、Z79 にしました。位置の微調整をし、上側にプレイヤースタートを配置します。次にブロッキングボリュームを選択し、オルトを押しながら下側に複製し、ブラシセッティングの値を X4000、Y200、Z200 にします。キーボードの上側あたりにブロッキングボリュームの位置を微調整します。ここまでできたらコリジョンが機能しているかプレイをして確認してみます。こういう机の上をキャラクターが動くのもちょっと面白い気がします。次に四角以外のブロックも設定してみます。上のブロッキングボリュームをオルトを押しながら右下と左下に複製し、右のブロッキングボリュームを選択、左上選択モードとなっているタブをブラシ編集に切り替え、頂点を調整します。左のブロッキングボリュームを選択、頂点を調整します。大体あったら選択モードに戻します。試しにプレイしてみます。こんな感じでコリジョンの設定もできます。という紹介でした。フィックス。キャラクターに追従するカメラがテンプレートで設定してありますが、カメラを固定したいと思うことがあると思います。カメラを固定する簡単な方法は、コンテンツの追加ボタンからすべてのクラス、カメラアクターをビューポートにドラッグ、トランスフォーム、位置をリセット、位置の値を X0、Y500、Z0、回転の Z の値をマイナス90に、カメラセッティング、プロジェクションモードを平行投影、オーソウィズの値を3600にします。少し下のオートプレイヤーアクティベーションのオートアクティベート4プレイヤーをディセイブルドからプレイヤー0に変更。ここをプレイヤー0にすると、キャラクター内部にあるカメラよりも優先度が高い状態になるので、このカメラがメインのカメラになります。試しにプレイしてみます。カメラが固定されていると思います。固定カメラでゲームを作りたい場合はこういう方法もあります。完全に固定カメラのゲームを作る場合は、キャラクターの中のスプリングアームとカメラは不要なので削除しておいた方がすっきりします。追従するカメラと固定カメラの両方を使う場合は残しておいてください。レベル。ここからはキャラクターに追従するカメラと固定カメラを往来するブループリントノードを紹介します。左上のコンテンツ追加の右側のボタンをクリック、レベルブループリントを開きます。レベルブループリントはこのレベル空間上で起こるイベントを制御できるブループリントで、今回は説明がしやすいのでこの中でカメラの切り替えノードの説明をします。キーボードの D を押しながら左クリック、ディレイノードを出します。このノードはデュレーションの秒数分待ってからイベントを実行するノードで、ビギンプレイノードにつなげるとゲーム開始からデュレーションの秒数分待ってイベントを実行します。デュレーションに3と入れ、3秒後にカメラが切り替わるようにします。右クリックからゲットプレイヤーコンと検索をし、ゲットプレイヤーコントローラーを呼びます。ゲットプレイヤーコントローラーの青ピンからセットビューと検索をかけ、
セットビューターゲットウィズブレンドを呼び出します。右クリックからゲットプレイヤーポーンと検索をし、ゲットプレイヤーポーンを呼び出します。ニュービューターゲットにつなげます。セットビューターゲットウィズブレンドとディレイをつなげます。一旦プレイします。3秒後にプレイヤーのカメラに切り替わると思います。切り替わりをスムーズにしたい場合、ブレンドタイムの値に1を入れると1秒間かけてターゲットからニュービューターゲットにカメラが遷移します。確認でプレイします。1秒間かけてカメラが遷移するようになりました。もう少しスムーズにしたい場合、ブレンドファンクのタブをキュービックに切り替えます。確認でプレイ。スムーズになりました。より動きに緩急などをつけたい場合は別のブレンドモードを選んでブレンド EXP の値を自分好みにしてみてください。カメラが行ったり来たりする場合は一番下のロックアウトゴーイングにチェックを入れておいた方が良い場合が多いです。カメラが遷移中にさらに変更をかけた時などに切り替わりがスムーズになります。固定カメラからプレイヤーのカメラに切り替えられたので、プレイヤーのカメラから固定カメラにも切り替えてみたいと思います。ノード一式を選択してコントロール C、コントロール V でコピペしてゲットプレイヤーポーンはいらないので削除します。ここに固定カメラを指定します。レベルビューポートに戻って固定カメラを選択。レベルブループリントに戻り、右クリックからカメラアクターのリファレンスを作成を選択。これをニュービューターゲットにセットします。ディレイにつなげプレイします。カメラが切り替わると思います。カメラの数が少なければこのままレベルブループリント上で処理してもいいのですが、たくさんのカメラの切り替えを行う場合はレベルブループリントで処理するよりアクターブループリントで処理をした方が使い回しがしやすいので、そちらの方法も説明します。レベルブループリント上のデータは邪魔になるので全部削除します。コンパイル、保存してレベルのビューポートに戻ります。アクターブループリンツフォルダ内で右クリックからブループリントクラス、すべてのクラスでカメラアクターを検索。カメラアクターを選び選択ボタンを押します。名前を BP カメラフィックスにし、ダブルクリックで開きビューポート表示でカメラコンポーネントを選択。右の詳細欄トランスフォーム1の Y の値を500、回転の Z の値を-90、プロジェクションモードを平行投影に、オーソウィズの値を3600にします。次に左に戻ってコンポーネント欄でシーンコンポーネントを選択した状態でコンポーネントの追加ボタンからコリと検索をかけボックスコリジョンを追加します。このボックスコリジョンにプレイヤーが触れたらこのカメラに切り替わる処理を組みます。イベントグラフに切り替え右クリックからゲットプレイヤーコンと検索をかけゲットプレイヤーコントローラーを呼び出し、青ピンからセットビューと検索をし、セットビューターゲットウィズブレンドノードを出し、ニュービューターゲットの青ピンからセルフと検索をし、セルフを呼び出し自分自身を指定します。ブレンドタイムを 1.0 に、ブレンドファンクをキュービックに変更、ロックアウトゴーイングにチェックを入れます。イベントアクタービギンオーバーラップにつなげコンパイル、保存をしてレベルビューポートにカメラのブループリントをドラッグします。カメラを選択した状態で詳細欄のボックスを選択。地面に近いところに位置を変更します。ここまでできたらテストプレイをします。所定の位置でカメラが移動すると思います。一応機能することが確認できましたが、このブループリントの状態だと少し問題があり、何かがオーバーラップしたらイベントが発生するので、敵などのプレイヤー以外がオーバーラップした際にもカメラが切り替わるため、プレイヤーがオーバーラップした時だけカメラが切り替わるようにします。
オルトを押しながらクリックで白線を切り、 B を押しながらクリックでブランチを出します。オーバーラップイベントのアザーアクターからイコールを2回打ち、等しいのノードをつなげ、下側ピンからゲットプレイヤーポーンと検索。ゲットプレイヤーポーンをつなげます。赤ピンをブランチとつなげ、トゥルーからセットビューターゲットにつなげます。これをオーバーラップイベントにつなげると、プレイヤーであればトゥルー、プレイヤーでなければ何も起きない状態になります。テスト時にコリジョンが見えやすい方が良いので、ビューポートのタブに切り替えてボックスコンポーネントを選択。詳細欄の形状ボックスエクステントを100、100、100に大きくして、ラインティックネスを10に変更。コリジョンの線を太く見えやすくします。少し下のレンダリングの中のヒドゥンインゲームのチェックを外します。ここまでできたらコンパイル、保存。レベルビューポートでカメラを選んでオルトを押しながらカメラを複製。ブループリントのカメラが2つある状態でテストプレイをします。右と左のカメラを行ったり来たりできると思います。こういう機能でロックマンのステージの切り替えのような処理が組めます。ブループリント内にボックスコリジョンをさらに増やせば複数箇所の設定もできるので試してみてください。負けプレ 2D の背景の話をする際にはこちらのマーケットプレイスのアセットも紹介したいと思います。ザ・ベイグラントというゲームのアセットを無料で公開してくれているので、オリジナルキャラクターを作った際には歩かせてみてはいかがでしょうか。今回はパック02の背景を表示してみたいと思います。マーケットプレイスでザ・ベイグラントと検索をし、今回はパック02を選びます。フリーのボタンを押してからエピックランチャーを開きます。ライブラリのマイダウンロードの検索欄にベイグラントと検索をかけ、プロジェクトに追加するを押し、このアセットは今のところ 5.0 までが正式対応なので 5.1 で使うためにプロジェクトを全て表示するのチェックを入れ、 2DBG のプロジェクトを選択。バージョンを選択を 5.0 にすることで対象外のバージョンにアセットを追加することが可能です。正式対応ではないバージョンに追加する場合は不具合の可能性があるので、確認用のプロジェクトでデータをチェックしてから使うことをお勧めします。ダウンロードのメーターが完了していたらプロジェクトにデータが追加されているのでプロジェクトを開きます。ザ・ベイグラントのフォルダの中のマップズフォルダの中に背景セットが用意されているので、今回は03ウィッチフォレストを選びます。レベルデータを右クリックから複製して名前を CH03 テストにします。他人のデータはなるべくオリジナルを複製してから触ることをお勧めします。ダブルクリックで開いてコンテンツの追加から基本プレイヤースタートを用意してプレイを押します。こういうディテールの細かい背景の場合、完全にカメラに追従すると違和感を感じることがあるので、キャラクターの中のスプリングアームのラグ、イネーブルカメララグにチェックを入れるとカメラが少し遅れて追いかける感じの挙動になります。カメララグスピードを1など小さくするとよりはっきりとカメラが遅れてきます。次に奥行き感のある背景について、スプリングアームの距離が少し近いので線に変更してからカメラを選択して平行投影からパースペクティブに変更すると前後の動きに差が生まれるので、こういう表現がしたい場合はカメラの設定をパースペクティブにするのも良いと思います。この辺りのカメラの話は前にもしたことがあるので、そちらも参考にしてみてください。次回ベーステンプレートはドット絵で構成していますが、ドット絵とは違った 2D の背景の扱い方をやってみました。カメラの話も参考になったでしょうか。次回もドット絵とは毛色が違いますが 3D の背景にキャラクターを表示する方法を解説します。 HD2D についての質問ももらっているので、このタイミングで少し話してみようかと思います。要望の多いやつだね。